こんにちは、春日部紬です。今回はワンピースの巨人族にまつわる驚きの理論、そしてそれに対する皆さんの反応を見ていきます。皆さんの感想もコメントで教えてね。まず、巨人族が人間をペットの餌にしているという可能性について。多くのファンがこのアイデアに驚き、巨人族の文化や生活に対する疑問を抱いています。巨人族あんたらまさか。食物連鎖を受け入れるしかあるまい。島全体としてはそこまでないけど、何か島の外れあたりにちょっとぶっ飛んだやつが住み着いてて、そこに流れ着いてしまったとか。よくある無法地帯的なやつか。だとすると、そこに住んでただろう巨大ウサギを耳神様って呼ぶのは不自然なんだよな。勝手に住み着いたなら今の巨人族の大人が生まれる前とか、そういうレベルじゃない。人間さらってペットたちの餌にしてるなら相当やべえなロキオ。餌にするなら衣装交換しなさそうだけど、どうなんだろうか。普通のサイズの人間から見たら化け物にしか見えないように、向こうから見たらネズミかなんかにしか見えないだけだとは思う。巨人からしたら自分の家の中や倉庫を食い荒らすかもしれないネズミ、またの名を一般人類を退治するのに猫や犬を飼ってるくらいの気持ちだろうな。さすがにそのあたりの人間捕まえて猫の餌とかにはしてないだろうが、エルバフを荒らしに来た海賊とか犯罪者とか侵入者始末するのに猫に食わせてるはやりそう。きっと海賊団は大丈夫かな。そのパターンなら浜辺に打ち上げられてたのをその場で処さずにここに放り込んでそうだし、生存してる可能性がむしろ上がるんじゃない。負傷してても不思議動物くらいならさすがにどうにかできるだろうし。まあ猫ちゃんはライオンのゾーンっぽいし、海まできっと食いには来ないだろう。あれ、そうするとカムサリの一戦できっと海賊団が海に沈められたの温情なのでは。エルバフ知らずに上陸して好き勝手やったら森の動物たちのご飯になるかもしれないから。キッドたちが餌にされたんやろ。バルトロメオが鏡海賊団の旗焼いたのが仮にエルバフだったら落とし前にこの猫ちゃんの餌にされてたとか、そういうあれか。ペットが侵入者から守ってくれる。ペットの餌になる。ペットがやられた時復讐として侵入者と戦える一石三鳥かな。そしてそのペットの中でも特に強くて長寿の個体を丸神様とか言って別格の扱いをしてるあれかな。巨人族にとっては酒蔵とかで猫飼って畑の隣で養蜂してるのと同じくらいの認識の気がする。ロキあるいは箱庭のお世話係か。人間を食わない食性の巨大生物とかが食料の運び屋だと考えると、動物たちを神様と呼ぶ理由に納得がいくかなって。人骨転がってんすがね。侵入しようとした人間じゃないか。自分たちを食う動物ならこんな態度はせんだろ多分。耳神様も人間を食ってるとしたらルフィたちは。確かに彼らのスケール感を考えるとこういった発想が出るのも無理はないですね。次にビッグ・マムの過去編で描かれた巨人族の描写について。ファンは彼女のエピソードが巨人族の暗い側面を示唆していると指摘しています。思ってたより野蛮そうな島の予感。マムの階層だと普通そうだったけど、むしろマムがやらかしたせいでというパターンかも。そもそもマムの場合はかなり中心とか要所からは外れた場所だったのでは。大前提としてマザーは巨人族にとっては聖母ってのがあるからな。マムがやらかした後も協力を惜しまない、とっても友好的な姿勢だからあんまり参考にならないんだよな。サウロがオハラの事件あたりまであんなに嫌ってる時点で少なかれ野蛮な面はあるんだと思う。ペットの餌食うとか引くわみたいな可能性が。ロキ王子ってモチーフもだけど、あのローラが母親の差し金とはいえ結婚拒否る男なんだよな。そこがずっと気になってる。
最終的にベッジの部下と結婚してるから顔がいい男じゃないと嫌みたいなのはないんだろうし。ローラはロキが嫌ってより政略結婚が嫌ってタイプに見える。むしろロキ王子はずらしでイケメンにしてきそうだよね。替え玉のシフォンに気づいたあたり、ちゃんと内面とかを考えられる観察眼のあるタイプなんだよね。イメージ図でお花を渡してるし、いいやつそう。まあ100年単位でアマゾンリリーレベル100みたいなことやってた国だし、マザー関連だって所詮は人間換算で20年前の話とかだからね。この視点面白いですね。彼らの歴史が今後どう関わってくるのか気になります。最後に巨人族の描写に潜む謎。ファンの間では彼らがまだ隠している真実があるのではないかと議論されています。北欧神話がモチーフなのは明らかだから、この町の住民がチビ人間だとしたら、戦士たちが喋ってるレゴハウスの町と、ビッグステイン城がアースガルズとバルハラじゃない。北欧神話では、ワルキューレが戦士たちを選別して、バルハラに連れて行き来るべき、終末戦争に備えるというし、他のメルヘン要素と合わせると、エリスグリのチビ人間の戦士を囲っておくための、ドールハウスで城に常駐してるハチや、ハリネズミや猫はアリス要素と、世界樹に救う様々な怪物や魔獣の合わせ技かも、確か世界樹ユブドラシルに住む動物の一匹が、バルハラに呼ばれた戦士が、飲む蜂蜜酒を作ってるはず。ただそうするとチビ人間戦士視点で太陽神って誰だよになるから、それがロキとか他の生き物だったりするんだろうな。街並み全体がジオラマだとしたらどうやって食料を手に入れてるんだと思ったけど、太陽神からの配給制。チビ人間さらっておいて、自らを巨人族の信仰の対象でもある太陽神様って呼ばせてるなら、ロキ王子なかなか演出。子供向けのデュプロという各部の長さが通常品の2倍あるレゴもあるけど、そちらだとしても縮尺50倍だな。ロキかその側近に人と巨人のサイズ自由に行き来できる能力者がいそう。現実と空想が入り混じってるみたいで不思議な世界。人間もでかいし動物もでかいというか、あのでかさのハチいるの怖すぎる。空島の野良枠的な感じもする。チョッパーもしかしたら医学を司るタヌキとして早速崇められてるとか。空島じゃなくて青海のシャンドラだったか、あのヘビ。ロマン志向の侵略者がアホみたいに来るからいちいち相手してらんねってのもあったりするかな。巨人たちが森の者が湯に割って巨大ウサギのことを話してるから、おそらくエルバフの外れかつ漂着者や外部侵入者が一番出入りするエリアな感じはする。というか、あの巨人たちがいるとこも全部レゴの街並みだし、波立ちより前に同じように連れてこられたチビ人間なんじゃない。あれが巨人の国ならさすがに町中の木までレゴで作らんだろうし。ああ、今週喋ってるバイキングファッションの全員がビッグステインを中心とする大きな箱庭の住民ってことか。巨大ウサギって言い方もチビ人間っぽいんだよな。猫とハリネズミはでかかったけど巨人にとっては普通サイズだろ。最初の巨人族とハチのサイズ感と次のページの波とハチとのサイズ感を見るに巨人族な感じする。あれが本当に巨人族なら、巨人族にとって波と同程度少し大きいくらいの大きさのハチにミツバチ兵なんて大層な名前つけないでしょう。耳神様は確かにご大層だが、ミツバチ兵については単純に働いたり巣の防衛を担当してるミツバチを兵って呼んでるんじゃないか。お前あり知らんのか。種族内の役割を指して兵隊ありとか呼んだりするし、軍隊ありとかの種族名もあるぞ。ミツバチ兵の全長イコールナミさんとほぼ同じくらい、空から落ちてきたミツバチ兵イコール巨人族の足元だから遠近法とかもあるけど、戦士モブがチビ人間だとは言い難いかもしれないな。確かに本物の巨人族にとっての巨大なウサギはさすがにあの怪物3人でも倒せなさそう。
今回喋ってる戦士モブがチビ人間イコール普通人類だとして連れてこられたというには、エルバフ戦士の格好の人たちが地域に馴染みすぎてるから、連れてこられて何世代か経過してるか保護目的で置かれてそう。巨人族は12メートル以上だから、遠近法にしても鉢が大きすぎると思うんだよな。背景の雲は絵だとすると、ちょっとラグーンオマージュ。巨大クジラを食べようとする人間、チビ人間をペットの餌にしようとする巨人。街並みやお城とかがレゴでできてるし、ジオラマの世界だったりとかありそう。そこに北欧神話からもいたずら好きのロキ王子がたびたび人間さらってこのジオラマの中に入れたりしてね。チビ人間を生活させながらも、巨人族サイズの猫やウサギなんかも入れてるのも、ロキ王子の遊び心か。シルバニアのセットを動物と共演させて写真撮る人もいるし、鉄道模型が走れる大掛かりなジオラマを猫が好き勝手にうろうろしてそれを楽しむ喫茶もあるし、ロキ王子はそれに近い趣味がありそう。だとするとやっぱりロキ王子はレゴの実の能力者なのかね。それとも単純にレゴ大好きな巨人族の王子かな。猫とハリネズミとハチは黒焦げだろうとボロボロだろうと息の根止まってると確定してなければ何とでもなる。多分食われてる巨大ウサギはご愁傷様です。ゾーンも自分の能力を生かしきるなら、もともとの身体構造や生態が似てる生物の方が都合が良いとか思ってる身もあるのかもなって思った。ストロンガーはともかく、猫は偶然食ってそうだし。物に宿らせる技術がある以上、それには何か法則があるのかもしれないが、ミノイシに反した組み合わせは難しそう。つまりラッスー、ファンクフリード、スマイリー、文福は自分と同じ生物どころか無生物に宿ってみるかのチャレンジ精神に富んでる。今気がついたが、悪魔の実の能力者を食ったら能力が食ったやつに移行する説。ルフィが能力者食ったら2個食い判定で爆発の可能性あったな。そういえばメタ的に言えば通常種のゾーンなんて今さら一味の前座にもならないから、動物に食べさせステージギミックとしてノルマ消化したんじゃないかなって。波が着替えた覚えがないってわざわざ言ってるのも、箱庭に入れた犯人がチビ人間全員の服を巨人族の格好に着替えさせてるってことか。冒頭のやつらも着替えさせられたチビ人間ならミツバチ兵のサイズ云々も納得いく。最初の人たちが巨人族によくある上半身はたくましくて下半身は貧弱な風に描かれてるのもミスリードの可能性があるのか。当たってるかどうかはともかく、ワンピースってやっぱり深読みすればするほど面白いな。ワンピースの世界ではまだまだ解明されていないことが多いですね。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてください。また次の動画でお会いしましょう。